はい、皆さんこんばんは。今日はいろいろ日曜日に今撮ってるんですけど、いろいろありまして、なかなかね、僕ね、基本陰キャなんですけど、あんま外出るの、嫌いじゃないんだけど、出ることが少なく閉じこもってることが多いんだけど、友達から連絡が来て、友達がですね、よく釣りに行くんですよ。で、僕は釣りしないんだけど、友達が船持ってて、釣りに行って、で釣れたら僕呼ばれるんですよ。釣れたらなんで呼ばれるかというと、僕は昔魚屋にいて、料理することできるんですよ。さばくかな、さばくことができるんで、釣れたら呼ばれるんですよ、毎回。それはさばく人がいないからです。だから重宝されてると思うんだろうね。で、だいたいいつも何時だろうな、4時とか5時とかに出て行ってるみたいだけど、いつも今日は行くよっていう連絡だけは来るんだよね。でそれで、本当に早い時にはもう10時ぐらいにもう釣れてたらもう必ず料理する人間がいないから呼ばれる、連絡が来るんだけど、今日はね、なかなか連絡が来なかったのよ。11時になっても12時になっても連絡来ない。今日は釣れてないのかなと思ったら、1時前に連絡が来て釣れたと。最後まで粘ったんだろうね。でよくタイ釣りをしてるから、ほぼほぼタイが来る。タイとガラカブかな、が多いんだけど、そこでもう釣れたから連絡来て呼ばれて行くから、今日はもうちょっと出て行ったよね。で結構大きいのを釣ってきて、5、60センチ60センチぐらいかなだったかな。結構でかいのが釣れてて、ちっちゃいのも合わせると今日は20匹ぐらいだったかな、釣れてた。それを僕がさばくんだけどね。でそれを少しだけもうみんなで、釣る人担当、さばく人担当みたいな感じで、お互いウィンウィンの関係で、釣れたものを、分けてもらって帰るっていうシステムになってるんだよね。でおこぼれを少しもらうと。でそれを今日タイの刺身食いましたよ。美味しかったね。やっぱり釣ってすぐの魚は美味しいね。そんなこともありつつの、夜は夜でね、ちょっといろいろあって、友達のとこにちょっと行ったんだけど、いろいろ悩んでることもあって、友達がね。でもやっぱり僕は結構ポジティブな人間だから、前を向けるんだけど、やっぱり前を向けないマイナスなことをやっぱり考えてる時ってやっぱりなかなか大変だよね。でも僕はもう前向きな言葉をとにかくかけることしかできなかったんで、少し何かね、響いてくれてればいいかなって思う感じで今日一日があって、結構ずっと昼から出てたね。それとね、今日はこの後ワールドカップも始まってますけど、日本戦がオランダ戦あるよね。僕はそんなにサッカーファンっていうわけではないんだけど、日本代表っていうものになるとちょっと
テンションが上がっちゃうタイプなんで、もちろんワールドカップってなると見ます。この後わーってなれる瞬間が来ると思います。日本勝ってほしいですね。勝つぞ日本。はい、皆さんも多分この後見るんだろうなって思いながら一つになれたらいいなと思います。はい、一緒に応援しましょう。それではまいちゃんの一人法則始まります。まいちゃん一人放送局。はい、皆さんこんばんは。一人放送局のマジシャンですね。5回目になりましたが、このチャンネルはアラフィフの僕が今までの僕の経験や出来事、世の中のこと、皆様からいただいたお便りに個人的な意見や感想をゆるーくお答え、お休み前や朝のひととき、車や電車の移動中などながら聞きで構いませんので、この番組を通じてあなたと癒しの番組になれるように配信するラジオ形式の番組です。よろしくお願いします。でね、今日は何を話そうかなって思った時に、やっぱりお便りがまだ来ないので、コーナーの紹介っていうのをちょっとやっていこうかなって思ってますね。皆さんとつながりたいので、いろんなことをね、お便りとして送っていただけるように、どういうのを送ったらいいのかっていうのをこうちょっと説明していこうかなと思ってます。概要欄にはね、貼ってあって、そこから飛んでいってもらうと、中の募集してるコーナーっていうのがあるので、そこに書いてもらうような形になるんだけど、コメントとかでももらってもいいのかなっても思います。で今ちょっとそこの、フォームに作ってる、募集したいコーナーの内容がですね、まずは、日常の出来事。これはですね、日常の中のあなたの幸せを教えてください。小さなことでもものでも何でも構いません。そういうエピソードを募集したいなと思います。生活してるとね、いろいろあるじゃないですか。ちょっとね、公園に行ったら四つ葉のクローバー見つけたとか、なんか買い物に行ったらちょっとおまけくれたとか、でもそんな小さなやつでもいいし、日常であった出来事、皆さんのあった出来事っていうのを教えていただけたらなって、共感できればなって思います。共有だね。共有できたらいいなと思います。それとね、あと次のコーナーでいくと、聞いてください。これ聞いてくださいっていうやつね。日常の悩みだったり、もやっとしたこと、あと誰にも言えないけどここなら話していいよってちょっとした秘密とか、そんなのあったら送ってくださいっていうコーナー。これもね、僕もいろいろ毎日悩みがあったりするんですよ。もやっとすることもあるしね、こんちくしょーって思うこともあるじゃないですか。でもなかなかそれって言えないよね。言えないまんまそのまま終わってもやもやしてるっていう、あるでしょう。なんかそういうこと、昨日もあったかな、そういうのね。でもそんな大したことじゃないから、それをわざわざ言ってっていうこ
こういう時もあるしな。でだからまあちょっとしたね、本当まあ言えない言ってもなとかね思うようなこととかがあったら、もうちょっとここで吐き出しちゃおうみたいな、そのぐらいな感じでもいいっすよ。まあそれで言うと昨日はね、コンビニに行った時になんだけど、まあちょっとお客さんが多めの時のコンビニって、まあちゃんと綺麗に並ぶじゃない。でもなんかたまにね、横から入り込んでくる人、割り込みするやついるでしょ。ああいう時とかね。で昨日それが起きちゃったんですよ。でそんなほらまあこっちも急いでないから別にねわざわざ言わなくてもいいかなと思っちゃって、でもそのあからさまにこう目の前に入ってくる、うわーってなったんだけど、まあいっかっていう状態よねこれね。わざわざ言ってねごちゃごちゃなるのも嫌だし、まあどうぞどうぞって感じだったんだけど、まあそういうことってね日常でよく起きるよね。まあそういうのをなんかこうまあ言いたいけど言えないっていうやつを送っていただけたらなと思います。あと次のコーナーは恋愛や結婚生活の話。これはねまあ恋愛の話って結構あんまりねいっぱいの人に言えないじゃない。いいことも悪いこともで、ちょっと彼女ができた、彼氏ができたとかね嬉しいんだけど、本当はね周りにはまだ内緒にしてるとかいう人もいるだろうし、まあ、結婚生活してる人たちでも、まあね、もうちょっと旦那にはこれ言えないけどみたいなのがあったりするじゃん。でも誰かに言いたいって、でもね友達に言ってもね、まあ言える内容、まあ内容にもよるんだろうけど、その話す相手も限られてくるだろうしね。だからそういうなんかちょっとまあ付き合いました、彼氏できましたっていう報告みたいなのでもいいしね、うちの旦那がこんな感じなんですとかいうのでもいいんじゃないですかね。まあそういうのをまあちょっと些細なことでもいいので、まあちょっとまずじゃあ聞いてよっていう話をなんかここで送ってもらったらなって思います。まああんまり重たいのはねなんかあれかもしれないけど、もう報告がてら送っていただくっていう形でいいんじゃないかなと思います。はい。それとね私の楽しみ方っていうコーナーなんですけど、人にはちょっとわからないかもしれんけど、なんか自分だけの楽しみってないですか？それで言うとまあ僕はまあアニメだったりが好きなので、まあ傍から見ると人が見ないようなアニメとかも見てたりするんですよ。でもまあそれはね多分共有できる人っていうのはもう限られてて、もうアニメ見ない人からするといや何言ってんのっていうぐらいの感じでしか多分聞いてくれないんですよ。これ面白かったって言っても。でも自分に一人だけこれが通じる友達がいて、それをこれ見たって言うと意外とそれ見てたりしてて、
それあれも面白かったよねっていう友達がやっぱいてくれると嬉しいじゃない。でもあくまでももう自分での本当ちっちゃな楽しみなんで、それはもうね、誰か共有できる人がいたらいいし、ただ僕はこういうのが楽しいんだよっていうのをこう話せるだけでもいいのかなって。お前何が好き？いや僕ね、俺これが好きね、あれが好きあると思うよね。そういうのをなんかこう送っていただけたらなって。逆にそういうのをこう知らない楽しみ方もなんかこう教えていただけたら、知ることによってやってみようかなって思うことにもなるかもしれないので、なんかいろいろ教えていただけたらなと思います。はい。あとね、世間に物申すっていうコーナーね。ここは世の中で起こっていることに面と向かっては言えないけど、ここならっていうことで送っていただけたらっていうことなんだけど、ね、もう本当自分で言うともう今本当に物価高騰だったりね、資材不足っていうのは本当に辛いことが起きてるんだけど、そこにね言いたいことを言いたいよ。どうなってんだ日本って言いたい。でね、やっぱり上の方でね政治的な話になると、もう一般人のところまで行くと多分ね分かってないんだと思うよ。そこがねちゃんとやってくれてるから生活できるんだろうけど、なかなかねこういうのはどこに言っていいのかなって思うよ、一般で生活してる人たちはね。でも言いたいどこかで言いたいって思うからね。やっぱ自分もここでそういうのが言えたらいいなって思ってるんで、こういうのねやってるんだけど、あとはね、なんかそのニュースになるようなことだったりでも本当思うところはね、毎日なんかニュースが流れてて、それに思うことっていうの結構あるよね。あります。ただね、それを思ってね言ったりしてると批判食らう時もあるし、なかなかね難しいんだろうけど、でも普通にプライベートなところの世の中の部分でもいいんだけどね、本当言いたいけど言えない。さっきのね聞いてくださいみたいなところに繋がるのかなっても思うけど、そういうのがなんかこうあったら送ってほしいなと思います。はい。それと褒めてくださいっていうコーナーね。とにかくマジちゃんに褒めてほしいことが送ってくださいっていう、もう単純にそれだけ。もうこれ言ってもね褒めてくれるような人いないけど、ここでねもうマジちゃんに褒めてほしいって、もうちっちゃなことでも大丈夫です。でもう僕もね今日いいことはしてるんだけど褒めてはくれないんだよね。今日もいろいろあって、友達のためにちょっとねこういう風にしてやろうっていう、上から行くといかんねダメだけどしてあげようと思ってねしたことに対しておっさん同士だからね褒めるとか褒めないとかもないのかもしれないけど、でもなんか
気づいてほしい年頃でもあるんよね年頃ってもうアラフィフなのでね、そんな年頃じゃないか。だけどまあそういうのをね、なんかこうあるだろうから、まあマジちゃんに褒めてって思ってもらえるねことがあったら送ってほしいなと思います。はい。それとね、マジちゃん事件ですよっていうコーナーね。これはもう身近に起きた小さな事件ね、それを送ってください。小さなよ本当のすごい事件はコメントに困るので、ちょっとしたなんかね起きた事件まあちょっと帰りに自転車でこけましたとかね、今日で言うと魚さばきに友達のとこに行ったけど、いつも思うんだけど、魚さばく時ってちょいちょい指怪我するんよ。こう言うとね下手なんかって思われるかもしれんけど、タイのね骨がちょっと当たっただけでもちょっと痛いんよ。でちょっと入っちゃうとちょっと血が出ちゃうよね。大きい魚だと特にとんがってるんよね。でもそれもちょっと事件じゃ事件だし、そういえば何日か前弁当買ってきて、唐揚げ弁当をね買ってきて、テーブルに置こうとした時におかずの方の箱ちょっとつまずいてこけちゃったんだよね。で結局下にこけたのセーフなのかもしれないけど、5個入りの唐揚げが3個コロコロって転がっていって、どうしようかなって思ったけど2個でご飯食べきったよ。そんなこれ事件だよね。そういう小さな事件とかね、普段起こりうるような内容じゃないちょっとびっくりするような事件が、ちょっとした事件が起きたとかね。第1話の1回目の放送のやつで言うと、あれはちょっと小さな事件かなと。20年後に来た連絡っていうのがあるんだけど、なかなかそう普段起こりえないじゃない。20年後に連絡が来るっていう。ちょっとそれは1回目の放送のやつを聞いてもらったら分かるんだけど、幼なじみのがね20年ぶりに連絡してきたんだけどみたいな、それは何なんだっていうことなんだよね。で蓋を開けるとてんみたいなね。1回目聞いてください。そういうやつかな。本当ちっちゃな事件でいいです。もう本当の事件は困ります。はい。それとあとはマジちゃんに質問っていうコーナーね。もうこれはもう単純にもう、例えばマジちゃんってどういう人なんだろうとかね、このトーク聞いてて、勝手に想像されるんだろうけど、もう勝手に聞いてくれてる人も想像しちゃってください。普通にそこに疑問を持って、マジちゃんってこんな人ですかとか、マジちゃんはこんなことしますかとか、素朴な疑問でいいんですよ。素朴な疑問でそういうのを、もう気軽に送ってください。も
何でもいいです。もう素朴なにも普通の質問はい。あとはもうその他のコーナーでもうここにちょっと関係ないような話もちょっとねお便りとして欲しいので、その他の別のジャンルっていう話も一応設けてます。それとご意見ご感想っていうところでここはねコメントとして、お便りとしてコメントとしてコメントとして書いてもらったりしてもいいですし、別にここのフォームの方に書いてもいいのかなと思います。来てる分に関してはもう全てちょっと目を通していきたいと思いますので、でどこかで話していければなと思います。はい。一応今のところはこんな感じでコーナーちょっと作ってます。これからねいろいろちょっとやっていきながらコーナーもちょっとずつ増えたり減ったりしていきながら変えていって、その時その時いろんなコーナーをちょっと作っていけたらなと思います。でもちろんですけど今のところまだお便りが来てないので、お便りを待ってます。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は、コーナーの説明をちょっとさせていただきました。本当皆さん送ってくださいね。待ってますよ。それとねこのトークもねちょっとずつテンション上げて話していこうって思ってるので、皆さんのながら聞きお休み前みたいなところで聞いていただいた時にね、癒しになれるような、番組にしていきたいなと思うのがコンセプトなので、頑張って配信していこうかなと思います。はい。コメントの方にもそこら辺の感想とか送っていただけたらありがたいです。はい、それでは次回もゆるく発信していきたいと思います。このチャンネルでは皆様からのお便りをお待ちしております。概要欄にお便り先のフォーマットを貼っておりますので、そちらよりお送りください。それとこのチャンネルがいいなって思ってくださったらチャンネル登録、ベルボタン、高評価よかったらお願いいたします。はい。でコメントももちろんお待ちしております。この後も少しの時間だけですねヒーリングの音楽流しておきますので、このままお休みになられる方はおやすみなさいです。はい。それでは皆様、ここまで聞いてくださりありがとうございました。お相手はマジちゃんでした。明日もいい日だ。Tomorrow will be a good day. Bye bye.